今日はインスタグラムでお知り合いになった方が新型のエリミネーターをお持ちいただきました。なので今日はこの新型エリミネーターの紹介と旧型の僕のエリミネーターとの比較、それからうちのミラーをこの新型エリミネーターにつけたイメージを撮影していきたいと思います。弁理士がオリジナルバイクパーツを作る物語。バイクを低く前後のフェンダーを短くカスタムしていくボバースタイル。その系統にインスパイアされたファットボバースタイルを確立していきます。だいぶイメージが違いますね。新型エリミネーターはむちゃくちゃスポーティーな感じになってます。今流行りのクルーザータイプ、ホンダのレブルとかと同じような感じでクルーザータイプなんですけれども、だいぶネイキッドに近いようなスポーティーなイメージになってます。それと比べて僕の分はエリミネーター 250V という前の型ですけれども、これはいわゆるアメリカのバイクに近いようなフォルムになっているので、これいじってるんでさらに低重心になってますけど、もともと低重心でまたがってもこういう感じでなんですけど、これはだいぶスポーティーになってますね。実はこのエリミネーター、僕のエリミネーターの前に、初代のエリミネーターというのがあるんですけれども、それはもうちょっとスポーティーなイメージだったんですね。それに近い形になってます。僕の今こちらのバイクは V 型の2気筒エンジンです。でこの新型のエリミネーターは並列の2気筒エンジンということでエンジンが形が違うんですけども、初代のエリミネーターっていうのは並列2気筒、この形に近かったので、そのフレーム部分も含めて全体的に、だいぶ初代のエリミネーターに近いフォルムになっています。全体としてすごくスポーティーなんですけども、意外とハンドルはさっきまたがってみたんですけど、楽に乗れるような形で前の方までハンドルが来てます。でこれミラーは純正から変えておられます。であとここグリップエンドも改造されてますね。すごくスポーティーな印象ですけど、すごく乗りやすいステアリングになってます。新型の車両を見ることができるのはバイクパーツを作る中でとても重要ですし、進化したバイクを見ると気持ちがワクワクしますね。正面から見ると全然違う印象ですが、新型エリミネーター、昔ながらの要素が残っていてかっこいいです。実際にまたいでみると本当に乗りやすい車体をしていて、クルーザータイプも乗ってみたいと思いました。スポーティーな割には太めの設定になってます。それがネイキッドと違ってクルーザータイプってことだと思うんですけども、とはいえホイールの径がだいぶ僕のと比べると大きくなってますね。それですごくスポーティーな感じが出てるんだと思います。フロント周りでいくと最近やっぱり流行ってるなと思うこのフォークブーツとビキニカーブですね。ホンダのレブルにもついてましたけども、こういうのがやってて、僕もエリミネーターの方にもねつけれたらいいなと思ってます。であとはこのラジエーターカバー、純正オプションでつけられているみたいですけども、こういうのもやっぱりかっこいいですね。この新型のエリミネーターはまず 400cc になってます。僕のエリミネーターは 250cc なんですけど、 400cc ということで大きいエンジンですね。でエンジンが結構縦に立ってるなっていう印象ですけども、このエンジン実はフレームとしての機能も合成を持たせていて、
その分この本来のフレームがここで切れてますよね。だからこの本来のフレームのところがすごくすっきりして、このエンジン周りで剛性を持たせているという、特殊な構造になってます。で、あと、当然ですけど新しいのでインジェクション電子制御で、燃焼系は、できています。僕のエリミネーターの方は古いのでキャブレター機械的な原始的な構造ですけども、マフラー変えたりそういうカスタムしていくっていう意味ではキャブレターの方がやりやすいというのもあって、僕は古いエリミネーターをいじっていこうと思ってますけども、こちらは最新型のインジェクションを搭載しています。リアもすごくスポーティーな印象ですね。マフラーも全く僕の分とは違いますし、ただ最近こういうの流行ってるんだと思うんですけど、前回のレブルの時も同じようなマフラーでこう艶消しで最近の流行りだなと、かっこいいなと思います。タイヤは意外とこっちの方が、細いんですね。僕の方がちょっと太くて、その分こちらはスポーティーなイメージに仕上がってます。で、あと細かいことで言うとウインカーとかこの辺はLED になってますね。全部ヘッドライトとかも全部 LED になってます。全体こういう形も含めてね、すごくスポーティーで、クルーザータイプだけでもスポーティーな印象だなというふうに思いました。実際にミラーを取り付けていきます。正直、オーナーさんがミラーを純正のものから交換されている車両なので、どうなるのか心配でした。今回は艶消し黒のミラーを取り付けます。ミラーの取り付け位置は、裏のネジ、角度は手で微調整ができます。とりあえず比較のために片方だけつけた状態にしました。この新型エリミネーターはもともとはこういう丸いミラー、もうちょっとシンプルでスポーティーな形ですけれども、純正のミラーがついている分を、このオーナーさんは四角いミラーに変えています。なのである意味純正に近い丸型のミラーになってるんですけども、うちのミラーは、でもだいぶアメリカンなデザインにしてます。でやっぱりスポーティーな分とこういうアメリカンなデザインとだいぶ違うなという印象を受けました。オーナーさんといろいろとバイクについて話していると自然と笑顔になってしまいます。やっぱりバイクは素晴らしい乗り物です。新型エリミネーターは前後にドライブレコーダーが取り付けられており、スマートフォンで映像を確認することができるみたいです。結構低い位置についているので、ツーリング後に臨場感のある走行映像を見ることができそうでいいですね。メーターはシンプルな丸型ディスプレイで、最近の車両ということもあり、メーターとスマートフォンが連動することで様々な機能を使うことができるそうです。これもありかなっていう感じはしますけれども、やっぱり全体的にスポーティーなフォルムになっているので、前付けておられた四角いちょっとスポーティーなタイプの方が似合うのかなっていう感じはしました。で、前レブル書いた時はレブルにこれ付けた時は似合うなというふうに思ったんですけど、レブルとこの新型エリミネーターって色合いとかこの辺は似てるんですけど、やっぱりこの新型エリミネーターの方がスポーティーなんだなっていうのはこのミラーをつけて思いました。ちょっと可愛らしい感じのオーナーの方もつけられた感じで、ちょっと可愛らしい感じになりましたねみたいなことをおっしゃられてましたけど、確かにちょっと可愛い感じです。レトロ感を求めるんであればこういう感じもありかなというふうに思いました。やっぱり新しい僕
僕の知らないバイクをさこう見せていただくっていうのはすごく楽しかったなというのがまず第一印象で、そこにミラーをつけさせていただいて、今日オーナーさんこれでつけたまま帰っていただけるということで、気に入ってもらえたらなと思いますけども、今回もレブの時もそうでしたけど、こういうふうに新しいバイクを見せていただいて、いろいろ勉強にもなりますし、そこに装着した印象も全然レブルと新型エリミネーターも違ったなというふうにも感じましたので、今後いろいろチャンスさえあればいろんなバイクに僕のミラーをつけてさせていただいて、でそのバイク自体の説明とか僕も勉強になるので、そういろんなバイクを接していきたいなというふうに思いました。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは弁理士がゼロからボバースタイルのパーツを開発していく様子を発信していきます。動画に出てきたパーツは QR コードもしくは概要欄のリンクから購入できますので、気に入っていただいた方はチェックしてみてください。僕を応援してくださる方、アメリカンスタイル、ファットボバースタイルが好きな方はチャンネル登録をお願いします。ではまた。